まあ、確かにその追い込みって意味ではやるのもありだと思いますけど、どっちかというとやっぱ背中って効かせづらい部位だと思うんで、引く手と引く足を合わせるかなと、まあ、骨盤がこう回旋しないように、僕の場合は合わせてやります。だから左で引くなら左足出してもらって、でこっから伸ばして、若干これはあえて外転させます。この位置で引く。Welcome to ビッグデチャンネル。今日はビッグなゲストです。ファルーク初めてですね。そうですね、はい、もうずいぶん長いことしてるけれども、実は私のチャンネルではファルーク大変失礼ながら、だったらでかいな。いやとんでもないです。とんでもない。大会後なんで、大会後なんで食べてるんで、105だって。105キロぐらいです。はい。しかもいい状態だよね今ね。リバウンドだから。そうですね。ちょうどリバウンド期なんで、まあいい状態なのかな多分。はい。ちょっと後で見せていただきたいけど。いやとんでもないです。見せていただきたい。コンテストが1週間前。2週間経ちましたね。最後セントルイス出て、そこから2週間です。はい。ということでセントルイスとその前の LA だよね。そうですね。LA です。はい。ロサンゼルスで2位。3位です。3位か、そうか。で、その前の台湾がまあ残念ながらそれ1人だったら1位優勝だね。そうですね。まあ珍しいケースでしたけど。ないんじゃない？あります。過去ありました。ないと思う。聞いたことない。プロのコンテストで出場者がまあそのクラスいなかったということで、まあだけどそれでも1位は1位だからポイントはですね。まあポイント入ったんで。はい。でセントルイスが3位ですね。だからアメリカトップ悔しいことに。だけど今はもう出ればトップ3はまあ間違いないと。そうですね。大体の試合結構ファーストコール入ってそこら辺には組み込めて入り込めてるんで、はい。でまあ風の噂だけどもうポイントは十分取れたということでオリンピアが出ないと。そうですね。21ポイント今手に入ったんで、今の現状そうですね。オリンピアまではもう出ないでいこうかなっていう感じです。まあ一応様子は見るんですけど、ただもう賢くっていうかオリンピアまでにまた体を作り直したいんで、あえてちょっと休んで作り上げてオリンピアでベストを出すっていう今はプランです。はい、ポイント制俺も実はポイント制だった時あったから、で俺もそういう時あったんだけど、俺は逆にもう本当に直前の大会でポイント取って、最後のクオリファイやったってことあるんだよ俺は。経験として。だから逆にポイントを取って休むっていうことはしたことないんだけども、まあ21ポイント分かんないけどそれも、もう感覚的には十分なポイント。そうですね。っていうのもあとはそのオリンピアのトップ選手で同じく20ポイントの方がいて、その人ももうオリンピアに向けて準備してるって言ってて、その一人取ってるもんな。そうですね。その人とこう話したりして、まあおそらく25位以内だったら20ポイントあればまあ余裕で入るかなっていう、はい、って感じです。そうですよ。ということで今日はファルークの得意部位何ということで何ですか今日はじゃあ背中で背中で、はい、背中ってまあ俺もそうなんだけど、まあ弱いというか、弱いとファルーク的にはやっぱりそこはもういい部位だな。まあそのレベルにまあ正直強いどのレベルでって話にはなってしまうんですけど、自分の中で得意でしょ。得意です。ただやっぱまあ変な話こうオリンピアでトップに行くならまだまだ必要っていうところになります。まあ強い部位ではあるんですけどまだ必要かなとは思ってます。なるほど。はい。そういうことはまだまだ改善をさせるということでいろいろ工夫してるということなんですね。そうです。いろいろもう試してみてます。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日1種目目、ラットプルダウンからやります。で基本背中はもう本当に、もう下背狙いですね。で下からこう上にっていうイメージでやっていきます。でラットプルもこれも、広背筋狙いで主に下背の、起立からのもう一番下の部分をこう収縮させるイメージでやっていきます。はい。まあ本当これシンプルですけどね。最初まあこれぐらいでいいか。でパワーグリップ使って、これグリップ使っても基本的にこうならないようにしてるんですよね。やっぱり使うとこうなりがちなんで、基本的にはやっぱり若干巻きたいんですよ。中の時は、はい、巻いてこの小指側に乗せたいんで、もうこの座る前からこっちの小指の方に力は入ってるし、でもこの後背にも乗っている状態なんですよ。ちょっと感覚としてちょっと言葉で説明すると難しいんですけども、ここで入ってる状態を僕はもう作る。この時点で緊張してるわけな。そうです。ここでもう入ってる状態ですね。でこの時点で
こでもう座ってあげるなるほどね。もう伸びてないわけだ。そうですここで緊張してるから。そうです。で僕の場合は下背の方を狙うのであんまりこの外転というかストレッチさせないですね。こう伸ばさないイメージ、常に乗ってるイメージ、引っ掛けてるイメージで、ここからグリップ若干巻き気味で、若干これ前に落としていくイメージで、こういう風に吹くイメージです。はい、そうですね。ここからもう一回いきますね。こうです。この可動域。この可動域、上もここまであんまりストレッチかけない。常にテンションかかってるイメージです。最低限のストレッチですね。なるほど。はい。だからまあなんだろう、よくあるこうちょっとなんか体をして胸にこう下ろしてくるような動きじゃない。若干前に落としてまあ肩伸展を使って下背の方に収縮入れるってイメージ。まあこれを1種目目にやることが多いです僕は。なるほど。ちょっとやってみる。はい。なるほど。でこのちなみにこのパワーグリップは山岸秀太監修なんですよ。そうですね。そうなんですよ。というのはなるほど。これな。そうですね。めちゃめちゃ入ってる。すごい。いやこれはね、どうしてもこうやって伸ばすことを意識しちゃうとやっぱりこれ抜けるもんね。そうなんですよ。抜けないようにね。はい。でこれ何か何が違う俺聞いた？オールアウトの人からこれ通常のパワーグリップと。あんまりなんですかね、滑りとかですか。これまあこれこの座椅子もそうなんだけど、これ長くしたのここ若干。なるほど。これベロの部分ですね。そうこれまあ某ブランド一番俺は使ってたやつはこれいつもいいんだけど、ここ短いのちょっと。短いですね。だからこう巻くのが難しい。特にこの手が厚い人はね。なるほど。手だってめちゃめちゃ手分厚いもんな。まあ。だからこれ結構経験あると思うんだけど、こう巻きにくい。特にパンプした人が。だからこれを若干伸ばしてやってもらって、あとここね、ここのちょうどこのなんつうこのスポンジのところがね、これがずれるんだよ。旧モデルはで痛いの。だからそれを直してもらった。これ痛くないの。ここがずれない。その2つが直っております。新しいパワーグリップ。何レップできる重さでやる？だいたい10から12ですね。やっぱりオーソドックスなイメージでも重量は扱いますやっぱり。ちょっとどれぐらいかやってみて。そうですね。徐々にアップしながら、怪我しない。ただやっぱ体の反動はこう使いたくない種目なんで、もちろんだからそのコントロールできる範囲でのどうだろう、どれぐらいだろう、ちょっとこれやってみようかな。いつものジムとは違うからね。いつものそうですね。重さを見ながらマシンによってちょっと感覚が違うんで。よし。まあこれは全然余裕だな。よし。なるほどね、綺麗だね。まあ俺これ触ってるわけでものすごい収縮されてる。いいですね。じゃあもうとりあえずこれからスタート。もうこっからスタートしてもう下背にバチバチ効かせるイメージです。もうここでもウォームアップで事前披露させてるような。そうですね。うわ、これ重いよ。これ全然軽いなって言ってたけど。2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、いいですね。いやこれはね、今ハルクはこれ全然いいなって言ったけど、いや俺にはとっては全然いやとんでもないですよ。だからラットプルって結構人によってやり方いろいろありますよね、やっぱり。このやり方、一つラットプルって言ったけど、このやり方とさっき言った胸にぶつけるやり方全然違うもんね。そうですね。だけどハルクはこのやり方。僕はこっち。どれぐらいまで重くするのちょっとやってみてよ。まだ105ぐらいはいけるかな。とりあえずやってみる。俺は絶対無理だけど、とりあえずやってみよう。なんか昔は結構こう伸ばして可動域取ってこう胸に引くようなラットプルやってたんですけど、やっぱ狙いがそっちだとやっぱ上背が結構多く使われるんで、個人的にはやっぱ自分の体見た時に下背が足りなかったんで、ちょっと変えましたね。いろいろ試して。よし、ういっす。結構重いな。まあでもいけるっしょこれは。3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 結構重かった。いやいいね。割と重いですね。一人でやってるいつもトレーニングは。
そうっすね、やっぱ大体一人ですね一人。パートナーがやっぱパートナーっていうかいないですね。身近にやっぱ時間が合う人とか違うわね重量とかもそうですし、じゃあなかなか補助はしないわけじゃない、一人でやってるしないです。だからもうほぼもう十分です。十分です。自分で、はい、じゃあなんか最後のセットはドロップセット入れたりのテクニックは使う？ドロップは最近入れてないですね。まあどっちかというとやっぱ質を重視というか、1セット1セットの質を重視して、ドロップはあんまりやってないです僕は。まあ確かにその追い込みって意味ではやるのもありだと思いますけど、どっちかというとやっぱ背中って効かせづらい部位だと思うんで、まあその質の方にフォーカスしてます。じゃあこれをはい何セットやるの？だいたい4です。4セット。4セットを今のこれ今最高重量じゃん。はい。まあこれを4セットやるってこと？それともアップを入れて4セット？アップ入れないで4セットなんで。じゃあこれが4セットだね。そうです。これを本来は4セット。ここから今1セットであと3セット。そうです。それがもうメインですね。ああ、なるほどなるほど。でこれやってから他の種目入るとやっぱ効きが全然違うんで、はい。もう効いてるもんね。あ、もう全然違います。はい。やっぱりボディビルは食べるもんだからね。そうですね、食ですよね。食べ物。はい。でさっき言った通り2週間前にコンテストを終えて、はいまあ今はさっきも言った通り若干まあバルクアップも兼ねるんだけれども、まあ楽しんで6月からダイエットということで。そうですね。もう6月からも切り替えてオリンピアに向けてダイエットっていうイメージで。はい。今具体的には1食目からどういうものを食べてるんですか？もう固定で1食目はもうオートミール、プロテインだったりアーモンドバターっていうので食べて、そこからトレ前に米と卵入れてっていう感じ。プロテイン何グラム？オートミール何グラム？オートミールはちなみに朝は70グラム。70グラム、はい。でプロテインが60。60、はい。で1食60。それを混ぜてね。そう、それを混ぜて、あとまあブルーベリーだったりアーモンドバターを足して混ぜて食べてます。これがもう美味しいです。もうご褒美ですよね、減量中の。これはもう固定してもう年中とかもずっと一緒です。だけどオートミールの量は変わる？いやオートミールの量変えないです。そこは増やさないですね。で今でもその後の食事を増やすイメージ。なるほど。1食目はそこはあんま変わらないです。これもうコンテスト前でも少なくはならないです。コンテストもう変わらないです。これも末期までずっとこの量です。いやいいね。じゃあ俺も結構最後もうオートミールほとんどないみたいな。俺も好きなんですよ。プロテイン混ぜて食べる美味しいじゃない。美味しいです美味しいです。俺大好きなんだけど、結構炭水化物減らさなくちゃいけないというか70グラム結構あるよね。まあ結構ありますね。はい。なるほど。それが1食目。そうです。ミール2がプリワークアウト。そう、プリワークアウトが全卵2個に卵白8個に米350グラムから400グラム炊き上がりで、これも末期までずっと変えないです。僕もすごい結構量です。でそれ食べてトレーニングって感じです。なるほど。トレーニングはその1時間後ぐらい。いや1時間半から2時間空けますね僕の場合。胃のなんかこうやっぱ消化、まあ血液もこう胃に行ってほしくないから結構もうちょっとちゃんと消化されてからやる方がパンプというか反応がいいんで。ちなみに朝何時に食べる？いつも朝ですか？1食目だいたい3時4時です。3時4時。はい。早い。これも僕もインスタよく載せてるんですけどめちゃくちゃ早いです。それはどういう3時4時に起きちゃう？それでも無理やりちゃんと起きて？なんかもう起きちゃうのもあるんですけど、それがルーティン化されて減量になると。でまあその前に有酸素やってるんですけど。有酸素じゃあ何時にやってるの？だからもう本当に3時とかですよね。だから3時とか、もう本当に早い時は2時半とか、もう夜中。もうとにかくお腹空いて起きちゃう。もうそうです。だから寝る時間も言うたら早いんですよ。だからもうそういう体がルーティンになって、でそうですね。まあお腹すくってのもあるんですけど、でもう本当1食目早いですからそこから。なるほど。で2食目は？2食目がだいたいそこから6時とか7時に食べます。じゃあトレーニングはじゃあ9時とか10時？まあそうです。だいたいそれぐらいになります。はい。もうちょっと早い時もあるんですけど、そうですね。だいたいベースはそれぐらいです。なるほど。トレーニングやりました。でトレーニング前のサプリ。トレーニング前のサプリはまあプレワークアウトいつも飲んでます。カフェインでいうとまあ200ミリぐらいは取って、あとはクレアルカリンとか入れてます。はい。だいたいこのセットですね。はい。EA はそうです。トレ中に15から20は飲んでます。トレーニング中ね。トレーニング中です。前はもうそこのさっきのプレワークとかのセットです。はい。炭水化物は入れないの？炭水化物はトレ中は僕は入れないです。減量中も増量中も入れないですね。トレーニング前も入れ、そのままじゃあ炭水化物なし。トレーニング後は？トレーニング5は入れます。前に結構僕取ってるんでその米を。そう350から350トレ中いらないかなって。トレ後はクリームオブライスでこれも
そうですね、150から200グラム。ドライな状態でドライな状態です。すごい量だね。だからカーボ量でいうとね、150から200ぐらいグラムぐらい取れますよね。すごい量だよ。そうですね。食べたことないと分かんないかもしれないけど、これすごい量です。すごい量。100グラム超えたらすごい量。150から200食べてますね、大体。結構なボリュームだね。結構なボリュームです。もうすごい、まあ水分もあるじゃないですか。膨らむからね。お腹も膨らみますね。はい。それにタンパク質。それにそうです、プロテインパウダー60グラムですね、大体。混ぜて。あ、美味しそう。まあめちゃくちゃ美味しいです。だからそのまあご褒美ですよね、なんかもうトレ後の。なるほど。トレ後それ食べる。トレ後にやっぱり俺もクリームオブライスでなんかさっきみたいな満腹があるじゃない。あります。俺も食べるのが好きなのよ、飲むよりも。だからトレ後に飲む派もいるじゃない。います。食べる派。もう絶対食べるんです。特に減量中はね、やっぱ固形で食べたいんで、もうしっかり食べて満足感を得るっていう感じです。で次の食事は？次の食事結構わりかし早いですね。1時2時ぐらい、2、3時間ぐらい後に食べて、そこが大体米ですね。まあ時期によるんですけど、まあ炊き上がりで300とかかな。また300食べるって感じで、そこで米と鶏胸肉200グラムです。はい。これがミール4かな。はい、ミール4です。次だからもうですね、そこから飛ぶんですよ。僕夕方の6時ぐらい空腹時間作って、夕方の6時ぐらいに減量期は5食で終えるんで、もう夕方の6時が僕最後です。そこプロテイン、またプロテインくるんですよ。60グラムとかぼちゃ、ちょっと炭水化物入れます。睡眠の質が良くなるんで、かぼちゃ100グラムとでもそっか、もうその2つって感じです。はい。それが今の食事？これはもうすみません、減量です。減量の食事。これ減量です。今じゃないです。今はもっと食べてます。もっと食べます。はい。今の聞いた感じは総炭水化物量400。いや400です。僕の減量だと大体350から400で、ちょっと部位によって変えてるんですけど、ベース大体末期でも400は取るかな。低くても350とかです。すごいな。よっぽどやっぱり信じたい。それでも絞れていくということは、絞れていきます。今のオフシーズンは600グラムぐらいと。700から800ぐらいです。今すごい量だね。じゃあ次の種目はローローやっていこうと思います。で2種目目も下背狙い、基本的に広背筋全体使うんですけど、下背メインってイメージです。でさっきのラットプルから次はこう正面から引く種目、こっちの方が多分例えばですけど初心者の方は分かりやすいかもしれないです。この下背に効かすってところは、でこれちょっとやります、実際に。こういう感じか。スタンディングまで、スタンディングだな。スタンディングでやります。で僕は基本引く手と引く足を合わせるかなっていう、骨盤がこう回旋しないように、僕の場合は合わせてやります。だから左で引くなら左足出してもらって、でこれあんま僕こうグリップ側になんだろうな、傾けないです。正面ですね。まっすぐ。あんま体の反動も使いたくないんで。でこれもグリップはやっぱ共通してて巻きますね。そう巻きます。でもうこれもさっきと一緒なんですけども、最初の時点でもうこれ乗せる。ここで抜けてるとダメなんで、これでグリップ巻いて小指の方に力入れて、下背に伝達させるイメージ。でこの乗ってる状態を作ってから、でこれも伸ばすのはここら辺までですね。ここまではいかないかなってイメージです。でここから引いてくる。これも肘支点にしてここから引く。なるほど。ここですね。ここですね。見てすぐわかるね。はい。引いてこれ止める意識とかするの？そうやっぱり、そうですね。この収縮時で若干止めてあげた方が感覚的にはいいかなと思うんで、大体 1.5 秒から2秒ぐらい。1セット目はちょっと収縮ポジションで止めるっていう意識であります。2セット目からは通常ぐらいのスピードでやるイメージです。はい。って感じになります。はい。じゃあそっち側もやってください。そうですね。右もやらないとですね。なるほどね。こう足と手を同じ方向っていうのはそう違う。ダンベルの時もそうなんで僕は。ダンベルだとこれみんな逆やるもんね。だからもうハムケツで支えるイメージですね。これ重心はちなみに。素晴らしい。効きますねやっぱ。これいいよね。はい、これいいですね。これを
じゃあ立ってまあここは初めてというかいつもやってるジムじゃないけれども、はい、これは立ってやるのどのマシンでも、それともいやこれだから立ってやってんの？でも基本このローローは立ちでやる方が、立ちでやる方が多いんだ。そうですね、姿勢が安定しやすいんで多いですね。はい、俺これ立ちでやったら初めてだからやりやすいねこれね。やりやすいですよね、これ。なるほど。うん、いいですね。なるほど。これまあいわゆる正しいマシンの使い方は違うけれどもまあそうです。これは理にかなってる。立ちの方が下背中背だと入りやすいんですよね。そうだな、イメージとしては。はい。なるほどね。いいですね。なるほど。面白い。なるほど。これも、さっきと同じ回数は10から12回。そうですね。まあ10ちょっと多め12とかでやります。で重さもしっかり扱う。やっぱ効かせるのもそうですけど、やっぱ重量を追うってとこはもうずっと忘れずにやっぱやってます。はい。ちょっとやってみよう。はい。そうですね。もう一枚つける？1、2、すごいな。3、ナイスマン。4、5、6、7、ナイスマン。8、9、10。綺麗だね、綺麗だね、ホームラン。ありがとうございます。インターバルどれぐらいとる？まああんま正直深くは考えてないですね、インターバルは。2分ぐらい。じゃあそこそ早いね。そうっすね。もうちょっと休む時もあります。その呼吸のペースと見て、ある程度じゃあ感覚的にパンプを逃さないように。そうです。あんま休みすぎるとパンプ冷めるんで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、1
7 8 9ラスト1回いきま10ナイス。いいね、強い。あでトレーニングをもともと始めたのは今話だと陸上競技。そうです。もう陸上競技学生時代高校時代に一応ウェイトはやってました、けど本格的にこのボディメイクのやり始めたのは24とかぐらいですね。比較的遅いね。結構遅いです。24号ぐらいじゃないですか。その高校陸上終わってから大学ちょっとやって、そこからは特にウェイトやってなかったんで。それはコンテストで出たいとも、それともまあ単純に健康目的。もう健康っていうか、なんかね、普通に男なんで筋肉あるといいなみたいなで健康目的でやってたら、なんかまあそのフィジークっていう競技知って、なんか自分の体型見てなんか出たらいけんじゃないかみたいな勝手なあれで初めて大会出たんですよね。当時 NPCJ かのノービスの大会出て、でなんか優勝できたんで、そこから年々こうオープン出たりっていう感じでこう今に来た感じです。はい、素晴らしい。で今はオリンピアも2回行ったの。オリンピア2回行きました。2回オリンピア行ってどうでしたか、前回のオリンピアは。まあでもやっぱり2回経験して、まあすごい世界ですよね。やっぱりもうね、世界のトップ選手が、ね、集まってますから、レベルはもちろん高いですし、あとはやっぱりなんかお祭りみたいな感じでちょっと楽しい感じもありましたけど、まあでも本当刺激になりましたね。やっぱりモチベーションも上がるし、まあ結果はね、まあ本当に真ん中ぐらいというか真ん中よりちょい下だったんですけど、まあもっと上行きたいなと思いました。シンプルに、はい、オリンピアで。なるほど。で次はオリンピアに、まあ、当然オリンピアに出てくるんだけれども、まあこんな月並みな質問ですが、目標はやっぱりオリンピアのですね、トップ10トップ10、まあ要するにファーストゴールアウトだよな。そうです。ファーストゴールアウト5人ぐらい呼ばれるでしょ。そうですね。でトップ10だとファーストじゃないかもしれない。セカンドの上位。セカンド上位です。まずはそこ。まあちょっと現実的なんですけど、まあいきなりやっぱりちょっとトップ5とかはちょっと今のところはまだあれなんで、まだ想像できない。だから想像できるところはトップ10。さすがにトップ10です。まあすべて自分の変えれるとこ変えて、やるべきことやって、まずはそこに行くっていうのが目標です。第一。ステップバイステップでね。そうですね。はい。いや俺はいけると思うよ。やっぱり嬉しいですね。どうしても、まあファルグぐらいに行きたいって素質がある。やっぱり率先タイムっちゃう人が多いと思うんだけど、
だからそれをまあ素質があって若さがある時はいいけど、やっぱり当然落ちる時は来るけれども、まあどんな選手も落ちる時は来るんだけれども、やっぱり研究してて努力してる人はそれが長く続くので、トップに入れる時期が、だからさっきもちらっと言った10年、これから今43ぐらいまでは俺は伸びると思うから、10年あれば10回チャンスあるからね。そうですか。いやなんかすごいいい話聞いた。期待してますよ。ありがとうございます。これだアースのティーバーローなかなか日本にはないマシンだけど、ないですね。これを2パターンでやるって今言ってたじゃない、後輩狙い、で今までは2種も後輩金を狙ってきたと、でこれはさっき言ったちょっと上背部に上背部ですよね。これはもう上の厚み広がり、上背部狙いで、だから引くグリップもこっちの向きですね。なるほどなるほど。で今度はこう下から引いてくる種目なんで、重さもしっかり扱うっていうのは変わらず、やっていきましょうか。じゃあやってみましょう。でパワーグリップ巻いて、まだこれも同じ？で巻き方はもう一緒。だこれも基本こうなることはあんまないですね。若干こういう意識で、でこっから伸ばして、若干これはあえて外転させます。なるほど。この位置で引く。One more. これ重っ。これ俺ね、これすごい重いな。重いの知ってるので俺あえて1枚でいいです。わかりました。いや思ったより重い。まああとファルクの場合はこれ結構膝曲げて調整した。俺はもう伸び伸びで上背です。だから俺は逆に替えを鍛えようと思ったらこれ上げないといけない。下の立ち位置をね上げなくちゃいけない。これで俺はもう上背に、要するに横向きでこうやるんです。なるほど。そうですね。ここですね。いいですね。なるほどね。まあこれ上入りますねやっぱり。いや効くねこれね。効きますねめっちゃ。で背中さっき週2回から3回やるっていうことは中2日から3日。そうです。もう2日ぐらい空けてやってますね今は。なるほど。特にジャッジのフィードバックでも今回アメリカで、まあその下背のディテールと広がりはもっとあるといいなって言われたんで、だから今本当にそこは前からずっと改善してるんですけど、ちょっとずつまたオリンピアに向けてアプローチ変えて今もやってますね。頻度はちょっと高めです。じゃあ分割はどういう分割あるの？まあ本当胸背中で肩やるじゃないですか。でまた背中きて、胸きて、でまた背中で足みたいなイメージ。胸プッシュプルみたいなイメージですね。なるほど。でその間に足を。その間にどっか足挟む。で腕とかは入れてないです基本。腕はもう本当に2週間3週間に1回、まあどっかのサブで入れるというか、まあ自分の僕のバランス的に腕結構太めなんで、どっちかというと太くするっていうかもっとカットとかディテールはあっていいと思うんですけど、だから重要な部分ではないので今はどっちかというと、まあ胸肩と背中がやっぱ欲しいんで、プッシュプルに今はこうフォーカスしているイメージです。なかなかそういう人いないですけどね。腕はもういらないという人はね、そう言える人はなかなかいないけどね。そうですね。もう1セットやってみる。もう1セットじゃあやりましょう。はい。じゃあもう1回20でせっかくなんでやるときはやります。いやこれ20だからなんかこれ1枚だけつければそんな重い。これめちゃめちゃ重いです。これの5枚に匹敵するよね。そういや本当5枚ぐらいに匹敵します。めちゃめちゃ重い。これここ来たらみんなやってみてください。このマシンマジで重い。よし行きましょう。よし行きましょう。行きますか。おう、レッツゴー。OK、ということでこれはいいでしょう。
ということで今、はい3種目やりまして、はいはいまあ、合計6種目やるので、はい後半はじゃあファルクのチャンネルにて、はいじゃあ僕のチャンネルでやりましょう。はいはい YouTube では私から一方的に皆さんに情報を伝えるというコンテンツですけれども、それを超えて私と皆さんが共に参加するコミュニティがラスベガス筋肉製作所です。参加方法は簡単。このチャンネルのメンバーシップになるというボタンを押します。メンバーシップになるボタンだね。押してメンバー限定の案内から Discord へ参加します。レベルは2つ。まず1つ目は研究員。コミュニティに参加して毎日のディスカッションに参加できます。そしてもう一つは主任。月1回の主任会議へ参加して私と直接ディスカッションができます。ノーリミット精神の仲間を待っています。